ボイストレーナーのつるさんです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今回の動画はですね、初ですね。ベビーメタルモノクロームピアノバージョンザ・ファーストテイク。こちらを見て歌声分析をしていきたいと思います。つるさんのボーカルルーム。さあ今回のですね、ベビーメタルさんの歌声分析動画なんですけれども、先月ですね、乃木坂46さんの楽曲を2曲歌声分析動画を公開した際にですね、こちらのサムネイルの動画になってるので、気になる方はね、ぜひ見てみてください。で、そちらを公開した時にコメントで、元乃木坂46の中本姫香さんの妹さんがやっているベビーメタルっていうグループがものすごく素晴らしいので、ぜひ歌声分析をっていう風なリクエストをいただきました。そのリクエストがですね、今回のこちらの動画につながってるんですよね。なんかそういう風にアーティストのファンの方からこちらのグループの歌声分析もみたいなね、そういうアーティストのつながりができて、僕はね非常に嬉しいなと思って今回撮影をしております。で、ベビーメタルさん、名前はもちろん知っていたんですけれども、音楽的な部分に今まで触れるタイミングがなかったんですよね。非常にベビーメタルさんとファンの方には申し訳ないお話なんですけれども、で、今回歌声分析をしたわけですけれども、いやもう完璧な歌声と言ってもいいのではないでしょうか。基礎力、テクニック、表現力、リズム感、全てにおいてものすごい高いレベルだなっていうふうに思いました。そういった感じでどこよりも丁寧に、そして細かくをテーマに歌声分析しておりますので、ぜひ動画の最後までお付き合いよろしくお願いします。つるさんのボーカルルーム、こちらのチャンネルは私つるさんが現在気になっているアーティストの魅力をボイストレーナー目線で伝えるリアクション動画と歌声分析動画をメインで公開しているチャンネルです。今の話を聞いて気になった方はぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。そして最近 YouTube で新しい機能が実装されました。ハイプ機能という機能でございます。1週間でお一人様3回までハイプという機能を利用できます。簡単に言うと、2つ目のいいねボタンみたいな、そんなニュアンスかな。応援したい動画にハイプっていうところを押していただくと、ハイプポイントっていうのがつくんですよね。で、そのポイント上位の方がですね、ハイプランキングというランキングに乗ることができるっていうね。もしよろしかったら皆さんこの動画にですね、3回ハイプをしていただけると、僕のこの動画がハイプランキングにランクインすることができるかもしれないので、ご協力いただけたらなというふうに思います。それでは早速、ベビーメタルモノクロームピアノバージョンザ・ファーストテイク歌声分析 GO！ わあ、めちゃくちゃ綺麗な声ですね。そして言葉一つ一つがめちゃくちゃ聞き取りやすい。いやー、素晴らしいですね。で、このスーメタルさんのですね、声、どういう風に出しているかというと、口の中の空間、口腔共鳴という部分と、鼻の中の空間、鼻腔共鳴、この2つをですね、混ぜた歌声ですね。口腔共鳴は言葉の輪郭をはっきりさせたり、あとは口の大きさによって声量のコントロール、こういったポイント。で、鼻の鼻腔共鳴がですね、主に声の音色のコントロール。あとは高い声を出すときに鼻に声を入れる感じで歌うと高い声が出しやすくなったりします。いやー、ものすごい基礎レベルの高い声の出し方だと思いますよ。普段から基礎トレーニングをしっかりやっている証拠ですよね。もう一回聞いてみましょう。めちゃくちゃ綺麗な声ですね。そしてこの声なんですけど、おそらく地声ではなく、地声と裏声の中間の声と言われるミックスボイスっていう声を使ってると思います。すごくね、難しい声の出し方なんですけど、基礎力もすごい、テクニックもすごい、もう最初のワンフレーズで、スーメタルさんの歌声の凄さをですね、感じ取りました。次いきますよ。ずっとこのまま見ていたかった。で、リズムのアクセントの付け方もかっ
こいいですよね。普段バンドに合わせて歌っているからこそ、このリズム感が歌に宿ってるんじゃないかなって思います。で、歌でいうリズム感ってどういったものなのかというと、音一つ一つの切り方だったり、子音の強さ、この辺がですね、歌のリズム感となって表現されます。子音を強く出すところはアクセントって言われる強い音になりますし、音を切るように歌うとですね、切った後の音がさっき言った強い子音と同様アクセントになるんですよね。この音を切るテクニックをスタッカートって言います。もう一回聞いてみましょう。ほら。このままのあたりとか音を切って歌ってますよね。切った音と次の音の間に休符というものが入るんですよね。ちっちゃい「つ」を入れているような雰囲気です。これがですね、リズムの躍動感に変わってくるんです。そのテクニック使ってますね。素晴らしい。次いきますよ。フレーズの抑揚も素晴らしいですよね。クラシックの発声法とかそういう勉強とかもしてるのかな？なんか声の出し方だったり抑揚のつけ方がクラシックとかオペラ、なんかそういった雰囲気を感じるんですよね。もう一回聞いてみましょう。もううっとりしちゃいますね。さっきクラシックとかオペラって言ったんですけど、ミュージカルの方がニュアンス近いかな？常に歌詞の世界観をイメージしながら歌ってるような感じがしますよね。じゃあ次いきますよ。で、今の方がモアメタルさんですよね。ちょっとね、実は撮影前に調べたんですよ。可愛いですね。で、モアメタルさんの声なんですけど、全体的に息の音が混ざってる感じがしますよね。ため息のような質感。この声のテクニックをウィスパーボイスって言います。囁くような雰囲気で歌うテクニックです。それを使ってますね。もう一回聞いてみましょう。いい。全体的にね、寂しい雰囲気がして、ピアノの音色とものすごく合ってる声ですよね。おそらく声量も小さい感じで歌ってるんじゃないかなっていうふうに思います。声って小さい声にしていくと自然とこう息の音が混ざってきますよね。この自然な声の雰囲気をそのまま歌に使ったような感じがしますね。次いきますよ。うわ、いや、すっごい綺麗な声ですね。このキラキラしたような質感の声、これをヘッドボイスって言います。頭を響かせた声なんですけど、このヘッドボイスの音色がですね、声に乗ってくるとものすごく歌声が美しくなるんですよね。僕の知ってるメタル系のボーカリストはですね、ヘッドボイスの使い方、皆さんすごく上手ですね。僕は80年代、90年代のアメリカンヘビーメタルがものすごい大好きだった時期があって、すっごい練習したんですけど、ヘビメタってものすごいハイトーンを歌わなきゃいけないんですよね。その音域がですね、僕は表現できなくて諦めたんですけど、でもヘビメタ大好きだからね、ずっと聴いてはいたんですよね。ちょっとね、ごめんなさい。話が脱線しました。もう一回スーメタルさんのヘッドボイスの音色、注目して聞いてみましょう。ほら、この辺。今のあーって歌い直した部分あるじゃないですか。この歌い直した声を出す前に一瞬この音が入ってるの皆さん気づきましたか？これエッジボイスっていうテクニックです。切なさを表現したい時とかに使うことが多いテクニックなんですけど、ここに仮声帯っていう器官があります。ここを使ってザラザラって音を出すテクニックなんですよね。もう一回そのエッジボイスのところ聞いてみましょう。ほら。って感じで歌ってますよね。これがエッジボイスです。いや、スーメタルさん、歌のテクニックの宝庫ですね。すごい上手いですね。次いきますよ。うわうわ、やば
いやー、すごいね。いや、すごいパワフルな声ですよね。にもかかわらず、声質がものすごく美しいんですよ。力強さの中にある美しさ。このギャップたまらないですね。で、この声はどうやって出してるかっていうと、やっぱりミックスボイスって言われる地声と裏声の中間の声を使ってるんですけど、そこにですね、肺の中の空間、胸腔共鳴、この響きをプラスしています。肺の中の空間っていうのは主に声の太さだったり、声の音の厚さ、パワー感のことですね。この辺をコントロールするポイントなんですけど、歌声の美しさを鼻腔共鳴とヘッドボイスで作って、声のパワー感を胸腔共鳴で作ってるんですよね。ものすごい器用な声の出し方ですよ。もう一回聞いてみましょう。素晴らしすぎる。で、歌ってる時の口がですね、よく開いてるので、声の通りがものすごくいいんですよね。で、口を大きく開くっていうことは、声の響きがですね、とても豊かになります。メガホンを想像してほしいんですけど、口に当てる部分が狭くて、で、どんどんこう広がってるじゃないですか。あれと同じ現象がですね、体で起こるんですよ。口を大きく開けば開くほど声量が大きくなるじゃないですか。あれって声の響きがものすごくこう増幅してる証拠なんですよね。その体の使い方で歌ってますね。いや、本当に基礎力ものすごい高いですよ。歌の基礎っていうのは日頃から緻密にトレーニングを積まないと身につかない部分なので、やっぱり普段から基礎トレものすごいやってると思います。やっぱりこういう才能があるっていう風に思う方ほど基礎のトレーニングしっかりしてるんですよね。素晴らしすぎる。次いきますよ。いいですね。スーメタルさんが感情を大爆発させて歌っているのに対して、モアメタルさんはどちらかと言ったら無表情っていう感じに歌ってますよね。この雰囲気の切り替わりがですね、ものすごく癖になりますよね。いやー、最高ですね。もう一回聞いてみましょう。で、さらっと歌ってるように聞こえるんですけど、途中の休符の入れ方がですね、ものすごくかっこいい歌い方をしてます。多分、おーっていう風な雰囲気で聞こえると思うんですけど、実際はですね、おー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 っていう風に休符を入れて歌ってるんですよね。先ほど説明したちっちゃいつを入れてるんですよ。そのちっちゃいつを入れた後の音が強い音、アクセントに変わるので、シンプルに聞こえるんですけど、めちゃくちゃかっこいい雰囲気を作り上げてます。次いきますよ。うわこの高いところを楽々と歌ってる雰囲気がですね、めちゃくちゃかっこいいですよね。いやー、最高ですね。もう一回聞いてみましょう。いや、ここまで歌詞がはっきり聞き取れるボーカリストってなかなかいないですよね。で、歌詞が聞き取りやすいので、やっぱりね、曲の世界観をイメージしやすいんですよ。我々聞き手にとっては。ここ素晴らしいですよね。ものすごく歌を大事に思って歌っているって感じがします。次いきますよ。あ、ちょっと声の雰囲気変えましたよね、モアメタルさん。地声の実音をこう少しだけはっきりさせたような感じがします。もう一回聞いてみましょう。ほら。この同じ言葉で休符を入れるってね、地味に難しいんですよね。みたいな。切りにくいんですよ。同じ言葉だと。言葉が変わると休符って入れやすいんですけど、同じ言葉で休符が出てくると、しっかりと息のコントロールと腹筋のコントロール、この2つを同時にやらないと綺麗に音が切れないので、こちらもまたね、ものすごく高い基礎力が要求されるんですけど、
いや、お二人とも基礎トレーニングしっかりしてますよね。素晴らしい。次いきますよ。あ、静かになってね。綺麗ですね。これでも原曲違うんですよね。今回のモノクロームピアノバージョンっていうことは、原曲はバンドバージョンなのかな？そちらも後でね、聞きたいと思います。じゃあ2番の歌い出しからいきますね。すごいね。リズムの取り方を2番は変えてきましたよね、スーメタルさん。2番はピアノの伴奏にリズムが入ってきましたよね。ジャン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 みたいな。ここに対してしっかりと歌のフレーズにスピード感が出るようにリズムの取り方を変えて歌ってるんですよね。もう一回聞いてみましょう。素晴らしい。1番はタンタンタン、こういった感じでリズムをとって歌っていたんですけど、2番はですね、タン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 っていう風に倍のテンポでリズムをとって歌ってるんですよね。リズムって細かく取れば取るほど歌にスピード感が乗ってくるんですよ。いやー、リズム知識もやばいですね、スーメタルさんは。次いきますよ。素晴らしい。素晴らしすぎる。さすが世界で評価されてるだけありますよね。歌の基礎力も素晴らしい。リズムの知識、そして技術も素晴らしい。歌のテクニックも素晴らしい。すべてにおいて素晴らしいボーカリストですね、スーメタルさんは。もう一回聞いてみましょう。で、ところどころに入っている細かいビブラートがですね、またいい味を出してますよね。これ、ちりめんビブラートって言って、横隔膜をですね、こう小刻みにトゥルルルってこう揺らすタイプのビブラート。みたいな。ララ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 タみたいな。大げさにやるとこんな感じで歌ってると思うんですけど、このちりめんビブラートがね、かっこいいですよね。このちりめんビブラートってアップテンポな曲でもものすごく合うんですよね。歌のフレーズにさらにスピード感を増幅させるような効果があるんですけど、いやーすごいですね。次いきますよ。いいね。今また歌い出し前にエッジボイス入れてましたよね。いや、どこでどんなテクニックを入れてくるのかものすごく気になって今ね、僕聞いてますよ。表現の幅が広すぎますね。もう一回聞いてみましょう。ほらほら。いいね。明日みたいな感じで歌ってましたよね。かっこいいな。次いきますよ。で、ここでまた、モアメタルさんはウィスパーボイスを使ってますよね。モアメタルさんパートで一番囁くような感じで小さい声量で歌っていたポイントかなっていうふうに思います。こう消え去りそうな感じな雰囲気というか、もう一回聞いてみましょう。ほらほら。ね、ものすごくこう囁き方が繊細ですよね。ラララララみたいな。声の実音と息の量が同じぐらいなんじゃないかな。そういった感じのウィスパーボイスで歌っていたと思います。次いきますよ。わあ、綺麗なロングトーン。今の聞きました？今、泣きのフレージング、一瞬裏声にこう、ひっくり返したようなね、歌い方がものすごく切なかったですね。で、ロングトーンがものすごく綺麗なんですよね。音のブレが一切ない。これ、歌の中ではものすごく難しいんですよ。少しでも息の量がブレたり、体の使い方がキープできなかったら、声のブレとして表に出てしまうので、本当にね、難しいんですよ。なのでこういうロングトーンっていうのは多くの方がビブラートをして抑揚をつけるっていう表現方法をする方が多いんですけど、いやー、このロングトーン素晴らしすぎますよ。もう一回聞いてみましょう。ほらほらほら。最高だ。いやー、このロングトーンからの泣きの歌い方、たまらない流れですよね。い
いやー、すごいなー。次いきますよ。1番のサビよりも声質が若干明るくなったような感じがしますよね。これはですね、口を大きく開けることによって口角が若干上がってるんですよね。で、顔の表情っていうのは声の音色にものすごく影響を与えます。明るい表情で歌うと明るい声質になりますし、悲しい表情で歌うと悲しい表情になる。顔の表情がですね、そのまま声の表情になるって言っても過言ではないぐらい声に与える影響が大きいんですけど、今のスーメタルさんの声質の明るさはですね、口を大きく開けて表情を動かしたことによって出る声の明るさです。もう一回聞いてみましょう。いいですね。口角を上げるっていうか、口を横にこうぐっと開いて少しだけ結果的に口角が上がった。これが多分正しいかな。いや、顔の表情のコントロールでの声質コントロール。ここも素晴らしいですよね。いや、探れば探るほどスーメタルさんの声の魅力がですね、どんどん出てきますね。次いきますよ。いいですよね。いい。この声のシーンの切り替わり、やっぱりたまんないですね。原曲はこれどういう風な感じになってるんだろう。やっぱね、気になりますね。撮影が終わったらね、本当にすぐオリジナルバージョンを聞きたいと思います。次いきますよ。すごいな。ここまで口を大きく開く女性ボーカリストってなかなかいないですよね、日本では。口は大きく開いた方が、先ほども言ったかもしれないんですけど、やっぱり声の響きが豊かになるので、歌を歌う上ではいいとされているんですけど、それでもやっぱりね、口を大きく開いて歌うボーカリストが少ない。パフォーマンス上の理由なのかな？僕もね、詳しくは知らないんですけど。なので、スーメタルさんはですね、素晴らしいですよね。もう一回聞いてみましょう。ほらものすごく美しくて癒されますよね。なんかマイナスイオンが出てるんじゃないかっていうぐらい声が綺麗ですよね。ヘッドボイスってそういった成分もあるんですよね。こう癒し効果っていうか。アルファ波が出るとかなんかそんな情報をですね、昔聞いた気がするんですけど、宇多田ヒカルさんの声がですね、アルファ波が出るみたいな。それは頭部共鳴が大きな理由だみたいな何かの記事でね、読んだ気がするんですけど、スーメタルさんの声からもね、癒し成分たっぷり出てますよね。次いきますよ。このモアメタルさんの声なんですけど、堅くなに同じ感情をキープしてるじゃないですか。無表情っていう感情。歌で同じ感情だったり同じ雰囲気を再現するっていうのはすごく難しいことです。やっぱり声っていうのは生ものなので、多少なりとも違った感情が混ざってきてもおかしくないんですよね。にもかかわらず、ここまで徹底して無表情な感情を何度も何度も再現しているモアメタルさん、素晴らしいですよね。なかなかできないことだと思います。次いきますよ。わあ、柔らかい。音域が下がっても声質が変わらないですよね。これもですね、実はテクニックで、声の自然な流れとしては、高くなればなるほど鼻腔共鳴の響きが強くなって、低くなればなるほど胸腔共鳴の響きが強くなるんですよね。その結果、声質は高い音域ほど声が細くなって、低い音域ほど声が太くなる。これが自然な流れです。でもスーメタルさんは低い音域でも高い音域でも声質がほぼ変わっていない。これどういうことかっていうと、低い音域の声の出し方を高い音域に合わせてるんですよね。具体的にどうやってるかっていうと、低い音域っていうのは胸腔共鳴の響きの成分が強くなるんですけど、胸腔共鳴の響きをですね、あまり使わずに口腔共鳴と鼻腔共鳴、この2つを中心にして低い音域を歌ってるんですよ。そうすることによって低い音域でも声が太くなりすぎずに、高い音域の声質と
近い状態で歌うことができるんですね。こういったテクニックもね、使ってるんですよ。だからね、本当にすごいです。もうさっきから僕鳥肌が止まらないですもん。特にね、最初のサビを聞いた瞬間なんてもうね、鳥肌がゾワゾワってね、出てしまいました。最高ですね。もう一回聞いてみましょう。ほら。ほら、音域が下がっても声質全然変わってないですよね。これはさっき言った体の使い方で歌ってるんですよね。いやー、すごい。次いきますよ。いやー、やっぱりロングトーン素敵ですね。安定感が半端ないです。次いきますよ。おい、今の聞きましたか？みたいな。こう徐々に音量を大きくしていくテクニック。これクレッシェンドって言います。徐々にこう音量を大きくしていくテクニック。さっき言ったことをもう一回言っただけですけど、やっぱりクラシックの知識も豊富なんじゃないかなっていうふうに思っちゃいますね。歌詞の言葉一つ一つに込める感情の量もものすごく多いし、音量を使った抑揚のつけ方、この辺も素晴らしいし、いや、この表現力化け物レベルですよね。もう一回聞いてみましょう。ほら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 。すごいね。ほんとすごい。これバックのピアノがなくなってアカペラでもものすごい感動してしまう歌を歌い上げれると思いますよ、スーメタルさんは。それぐらい感情表現がですね、素晴らしすぎます。いやー、リクエストありがとうございます。本当にね、この歌に出会えて嬉しいです。次いきますよ。うわ。モノクロームのも、この一発目の音のアタック感めちゃくちゃかっこいいですね。このアタック感どうやって出してるかっていうと、正確すぎるほどのリズム感がこの歌い出し一発目のインパクトを作り上げてるんですよね。リズムって少しでもずれてしまうと途端にかっこ悪い雰囲気が出ちゃうんですよ。ただ正確なリズムで歌うことによって最高にかっこいい雰囲気を作ることもできるんですよね。スーメタルさんはその完璧なリズム感でですね、この部分を歌うからこそ最高にかっこいい雰囲気をですね、表現してるんですよ。いやー、やばいですね。もう一回聞いてみましょう。素晴らしすぎますね。さっきから同じことしか言ってなくてごめんなさい。本当にすごい歌声です。いや、ここまで声がすごいとアカペラコーラスバージョンとかも聞いてみたいですね。もう感動間違いなしだと思います。次いきますよ。で、ここのモアメタルさんの声、なんかちょっと温かみのある声に変わりましたよね。さっき無表情な感情をキープしてるっていう風な話をしたんですけど、少しだけこうほんのり温かみを感じる声に変わったというか、もう一回聞いてみましょう。ほらほら。なんかちょっとこうはにかんでるんじゃないかっていう雰囲気が声から感じれるというか、僕だけかな。なんかね、ほんのりこう優しさを感じるんですよね。ほっこりしちゃいました。次いきますよ。わあ。美しすぎますね。本当に。本当に綺麗な声ですね。で、力強い感じの声の雰囲気もあるんですけど、体の力は程よく抜けているので、やっぱり声全体的に聞きやすいんですよね。いやー、唯一無二の歌声だと思います。次いきますよ。あ、なるほどね。あ、いいね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 。さっきモアメタルさんの声がほんのり温かみを感じるって言った理由が分かりました。鼻の鼻腔共鳴の響きをですね、増やしたんですね。
最初に言ったんですけど、鼻腔共鳴っていうのは声の音色をコントロールするポイントでもあります。鼻に声を多く入れれば入れるほど、声って温かみを感じれるような雰囲気が出てくるんですよね。やりすぎてしまうと、鼻声みたいな感じの声になるので、やりすぎ注意ではあるんですけど、そういった風にですね、声の出し方を少しだけ変えて歌っていたんだと思います。で、そして最後の笑ってっていうところの声がものすごく素敵でしたね。本当にね、ニコッと笑いながら歌ってるような声質かなっていうふうに思います。もう一回モアメタルさんのおから聞いてみましょう。いいですね。やっぱ口角を上げてる声の響きですよね。すごく明るくて、きらびやかな歌声、たまらないですね。いやー、素晴らしすぎましたね。以上、ベビーメタル、モノクローム、ピアノバージョン、ザ・ファーストテイク、歌声分析はここで終了です。いやー、リクエスト本当にありがとうございます。素晴らしすぎましたね。やっぱりね、世界中から評価されるだけの歌声だなっていうふうに思いました。基礎力もものすごいし、歌のテクニックもものすごい。そしてリズムに関する知識、技術、これらも素晴らしい。歌の表現力もね、ものすごいしね、もう全てにおいて完璧なんじゃないかなっていうふうに思えるぐらい最高の歌声でした。今回の歌声分析をきっかけにですね、ベビーメタルの楽曲もっと知っていきたいというふうに思いましたので、ぜひコメントでおすすめの楽曲がありましたら、ぜひ僕に教えていただけたらなというふうに思います。僕もね、少しでも早くベビーメタルのことを知りたいので、ご協力いただけたらなというふうに思います。それでは今回の動画はここで終わりです。動画の内容を気に入ってくださった方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ではでは、ボイストレーナーのつるさんでした。